gonna start now. Now! はい。始まりました。第2回、リーザの楽屋です。第1回見てくれた皆様どうもありがとうございました。ちょっと場所変えてみました。ちょっと本棚の後ろですが、どうでしょう。字幕もつけてみたりなんかして、頑張ってみました。どうでしょう。今彼氏と住んでいるんですけど、なんかその見た時に彼氏のアレックスっていうんですが日本語で喋ったけど聞こえたみたい。アレックスっていうだけあって、外人です。こんな人です。見にくい。なんかボケてる。ボケてるね。YouTube の人ってカメラを見て話すの？それともここかな？なんかカメラ目線なのかどうなのかみたいな言ってたんですけど、もし知ってる方がいたら教えてください。なんだろう、どこ見ていいのかわかんないみたいな。コロナの影響でブロードウェイが閉まってから遅1週間経ちました。ということで YouTube も第2弾、早速質問に答えていきたいと思います。今回はミーンガールズ関連のことをお答えしていけたらなと思います。いっぱいいただいた質問の中で多かったのは、毎日のスケジュールはどんな感じなのか知りたいですというのとか、一日の流れを知りたいですという話をいただきました。ということで一日の流れ、何パターンかあるんですけど、基本的にブロードウェイの公演のスタンダードをお伝えすると、まず1週間に8公演あります。大体ブロードウェイショーみんな同じです。でその8公演のスケジュールっていうのはショーによって違うんですけれども、私たちの公演は基本的に火水木金が1公演、土曜日に2回、日曜日に2回で月曜日がお休みというようなスケジュールになっております。でたまに水曜日に2回公演があって日曜日は1回公演になるみたいな、ちょっとスケジュール変わったりとかするんですけれども、そんな感じで1週間に8公演あります。でそんな中でリハーサルが日中の時にあったりなかったりしたりとかするので、スケジュール、毎日のスケジュールは3パターンぐらいになるんですかね。リハがある日とない日、2公演ある日という感じで違うのですが、まず2公演の日から紹介しようかな。2公演がある日っていうのは、2時公演と8時公演、8時 3 じゃない、8です8時公演が基本なんですけど、2時からの公演の時には一応その後でちょっと紹介しようと思った舞台に向けてのルーティーン話そうと思っていたんですけれども、30分前入りというのが労働組合では決まっていて、でということは2時から始まる公演だったら1時半に出勤という形で OK なんですね。でも私はだいたいその30分前の45分前だから、30分前のいつだ、例えば今ちょうど1時半だ。1時半前だから、誰か計算してとにかく、12時45分、2時の公演だったら12時45分ぐらいに出勤します私は。で出勤して、私のその舞台のルーティーンがあり、2時から2時間半ぐらいの舞台ですかね。4時半過ぎぐらいに終わって、そこからゆっくりなんやかんや衣装
衣装を脱いで髪の毛下ろしてとかしてる間に、5時ぐらいになり、そっから晩ご飯を食べます。それはその時々によるんですが、日曜日は私お寿司と決めていまして、でお寿司って言ってもそんな大したそんな握りみたいなのじゃなくて、カリフォルニアロールとかそんな感じのやつと餃子食べたりとかして、でそこから昼寝、これ着てこのドッグベッドで昼寝、できるだけ寝て、でそこからもしその PT フィジカルセラピーっていう体のメンテのスペシャリストが舞台の裏側じゃない、バックステージに来ていただいているので、その人に体を見てもらったりなんかしてるうちに、気づいたらもう7時半8時公演の30分前になっているという感じです。でまた同じ舞台をして2時間半後10時半過ぎになって、11時ぐらいにサブウェイ乗って家帰ってきてゆっくりして、本読んだりテレビ見たり夜食食べたりなんかしてるうちに就寝という形、それが2公演の時なんですけど、1公演の時はその日中の間少し自分の時間があるので、そういう時に、ピラティス行ったりだったりとか、ボイスレッスンに行ったりだったり、そんなことをしたり洗濯したり普通の日常を過ごしています。そしてさっきも言った舞台に向けてのルーティン、それも質問すごくいただいて、私のルーティンをお教えします。まずさっき言ってたその30分前に出勤にしていいよっていうその労働組合の話なんですけど、30分前入りの45分前入り、それぐらいに行って、で私がそのしてるルーティンっていうのは、出勤します。で私の楽屋に座ってお紅茶を作ってちょっと甘いものを食べますもう甘党です。で甘いものを食べて、でゆっくりとした時間をちょっと楽屋で舞台始まる前に過ごしたいっていうのが少しあって、ちょっと落ち着いた時間で、その時にいるキャストの友達とかがもう出勤してたら、その子たちとちょっとおしゃべりして、今日何したであったりとか、たわいもない話ですね。でそれで私のシスターズたちと話をしているうちに、そうしながらそのウィッグプレップって言って、その舞台の時には絶対ウィッグをつけるんですけれども、そのウィッグをするためにはその髪の毛の準備、この全部の髪をそのウィッグの中に入れないとダメなので、ウィッグプレップといって、こう少し髪を取ってくるくるくるって巻いて、これでアメピンでピッピッって止める。でこっちも同じことをやる。こうしてピッでこれを全部の髪の毛にする。結構もうこの髪の毛も多いので時間がかかるんですよね。それをしつつ、メイクしつつ、お紅茶飲みつつ、おしゃべりしつつ、甘いもの食べつつみたいなことをしていたら、その衣装さんの方々が私たちのランドリーバッグを持って楽屋に来てくれるんですね。ありがとうございます。でそのランドリーバッグにはそれこそ舞台の衣装の下に着るもの、下着であったり、で私の場合はタイツとニーパッド、ちょっと膝をついたダンスとか踊ったりするので、その時に膝を守るためのニーパッド、そのニーパッドを見えにくくするための、肌色の網タイツと、スカートを履く衣装、スカートの衣装が多いので、それが見えないようなスパッツ、緑色のスパッツと、ブラ
を全部入ったそのランドリーバッグを持ってきてくれるの。それを持ってきてくれた段階で全部、楽屋で着ちゃいます。で実は、ブラの中にマイクを入れるように私はしてる。みんな違うんですけどマイクが入るようにしてるので、マイクを入れて、でそのマイクを実は頭の上に通してここにつけるんですね。だからそれにつけるためにそのピンでこうカカカカカッとつけていくっていう作業を楽屋で全部します。でそれを大体その舞台が始まる30分前には大体できるようにしています。本当はしなくてもいいんですけど、一応その労働組合のルールでその30分前に入ってからしたらいいことなんですけど、私個人的にはそのウォームアップとかもゆっくりしたいので、それまでには済ませるようにしてます。そして30分が来たらアナウンスがされて、30分前ですよ、今日は誰々さんがお休みでその誰々さんのためには誰々さんが出ますみたいな、その代役の発表とかそういうアナウンスがされたのをきっかけに、階段を降りていきます。というのも私の楽屋は4階にあります。しかもエレベーターなし、4階まで毎日階段を上っています。そして衣装が例えば4階にあったら、それ衣装さん上り下りすごい大変なので、そんなことはできる時間もないと。その舞台に立っている時間も多いので、その早替えも多いのでということで、舞台が1階だったら、その舞台が1階だったら、その下地下にアンサンブルの衣装部屋というのがあります。なのでその4階から5階下までだね、4階か1階下まで降りていって、そこで初めて衣装に着替えます。で衣装に着替えて、で靴も履いて靴下も履いて、私めちゃくちゃ靴下いろんな種類あるんですけど、それも紹介しますね可愛い靴下大好きなんですよ。でその靴下いっぱい履いて、で次はウィッグなんですけれども、そのウィッグをつける前に私はウォームアップをしに行きます。その舞台、なんか舞台懐かしいな、帰りたいな劇場に。でその劇場には日本語で言ったら上手下手なのかな、合ってるのかな、上手下手、アメリカではステージライト、ステージレフトという言い方をします。ライトレフト右側、そのお客さんを見て立ってる状態での右左ですねがあって、それの、ステージライトステージレフトに両方とも早替え小屋というのがあります。で私はそのステージライト側の早替え小屋でいつもウォームアップをしています。でそのウォームアップを後にウィッグをつけてもらいます。その後もステージライト小屋、早替え小屋で一人でちょっと静かな時間を過ごしますから舞台始まりっていうのが私の舞台始まる前のルーティンです。舞台後のルーティンも実はあります。インスタにも載っけたことあるんですけど、一応私は舞台終わってそのカーテンコールでお辞儀した後に舞台はけてから、そのはけた袖の中で舞台に向かって「今日もありがとうございました」と言ってお辞儀をするのがちょっと私的なルーティーンとなっております。というのもやっぱりなんかその初心に帰ることを忘れずにっていうのを毎日したいなっていうのもあって、お疲れ様でしたって、ありがとうございました今日もっていう風にその舞台の神様にご挨拶をして、でそれで感謝の気持ちを忘れないでおこうっていう風に思ってやっています。なんかちょっと長くなっちゃいましたね今日。だからそんな感じで、舞台のルーティンを紹介してみました。どうでしょう、アンサーしてますかね、ちゃんと。もしよかったらコメントにいろいろ書いてください、感想を。ということで第2回リーザの楽屋、これにて終了。